皆さんこんばんは、親かなです。今日は久しぶりに購入品のビデオをやっていきたいと思います。今回の内容はですね、スキンケア、ボディケア、インナーケア、ファッションアイテム、カメラ、ガジェット、でまた食器などなど、今回もすごく優秀なアイテムからすごくときめいたものまでたくさん紹介していきます。じゃあまずは大物からいきたいと思います。こちら、これ実は注文してずっと待ってた、楽しみにしていたものでございます。この間お店に行った時に売り切れてたので、ちょっと再入荷するまで待ってたんですけど、すごい夫婦で楽しみにしていたもので、ホームパとかやる時にあったらいいよねっていうことで買いました。すごい厳重に包まれてるんだけど、ちっちゃい箱出そうかな。いやちょっと待って、一回出してね。結構デリケートなものなので、ちょっと丁寧に。すごい、こんな風に入ってるんだ。はい、もうお分かりの方もいらっしゃるかもしれませんが、ワイングラスを新調しました。この度、この間木村ガラス店に行ってきまして、よく行ってるワインのお店が結構木村ガラスのワイングラスを使っていて、うちにあるやつは結構背が高いものが多かったんですよ。で収納するのも大変だし、ホームパでみんなね持つのとかもちょっと緊張するかなと思って、もうちょっとカジュアルなワイングラスをゲットしましょうということで、今回木村ガラスのワイングラスを6個ゲットしました。すごい、もう包み方も美しいね。見てこれ。私だけですか、この包み方に興奮するの。なんか美しくないですか。すごい無駄がないというか、こうちょっと神聖な感じすら感じる包み方。ちょっと外が反射しちゃうんで、こんな感じで後で物撮りするんですけど、ちゃんと大きさ伝わるかなと思って、これぐらいの大きさです。いつもイメージしてるワイングラスよりはちょっとコンパクトっていうか、背だけ低くて、このワインが入るところは割としっかりしたサイズなんですけど、このカジュアルさがすごいいいなと思ってこれにしました。木村ガラスさんは他にも全く同じビジュアルなんですけど、手拭きっていうんです。手拭きで合ってるかしら。もっとちゃんとしたやつの高級な方があるんですけど、私たちはカジュアルな価格帯の方にしております。すごい薄くて軽くて、持つところもすごい持ちやすいし、ホームパでも大活躍してくれるんじゃないかなと思います。すごい美しい、嬉しい。これ次が器です。最初がグラスあったので、そのまま器つながりというか、で参りたいと思います。こちらすっごい可愛い。これもう本当に可愛い。器を買うたんびに同じようなことを言ってると思うんですけど、こちらもときめきがすごかったアイテムでございます。これがね、アトリエ MO っていうギャラリーショップが青山にあるんですけど、そこはセレクトで洋服も置いていて、そのお洋服のセレクトもすっごい素敵だし、お店自体もすごくおしゃれだし、家具も置いてるんですけど、ヴィンテージのその家具のセレクトもおしゃれですねっていう感じの、もう素敵ですね以上っていう感じのお店なんですけど、そこでギャラリーなのでエフェリスっていうセラミックのブランドがあって、そこの展示をやるということで、彼女の作品が私はずっとファンだったので、今回行ってまいりました。それですごい素敵な子を連れて帰ってきました。こちら、もうこのロゴが入ったただのシールなのにもう可愛いっていう。これすごい迷ったんですよ、色と形と。結構いろんな種類があったので、これどっから開けるんだ。だけど彼女は牡蠣、オイスターの牡蠣をモチーフにいろんなものを作っていて、牡蠣をイメージした陶器もあるし、もう牡蠣そのものみたいなものもあるし、それ陶器なんですけど、あとはアルファベットマグが多分有名なんじゃなかろうか。 ABCD 取っ手のところが文字になってるものがあって、それもオーダーできるっていうことだったんですけど、今回の展示で。でも私はやはりこの器がもうこれしかないっていう感じで、一目惚れしてゲットしました。もうすぐ、かわいい。ちょっと待って、これがかわいいの、すでに。見て、かわいい。伝わってる。今すっごい可愛いんですよ。こういう風に、これは牡蠣をイメージしてるんですって。ここの土の色が違うものがあったりとか、やっぱ手で作ってるので、ここの折れ曲がり方が違ったりサイズが違ったりするんですけど、2つで迷ってたの。同じ土なんだけど、それぞれ個体差があって、どっちにしようかなって言ったら、彼女がこう手で持った時のしっくりくる方を選ぶといいよって言われて、そしたらもう圧倒的にこっちだったの。こっちの方が全然しっくりきて、じゃあこっちにするねって言って、こちらをゲットしてきました。見て、これ美しい。
小物入れとかにしても可愛いと思うし、ちょっとフルーツとかなんかそういう、でもごめんなさい、ちょっとときめきすぎちゃって今何を入れたらいいかなっていう想像をしてる時に可愛いってなっちゃってごめんなさい。でも本当にそれぐらいすごく気に入っているアイテムです。彼女の作品は他にも可愛いものがたくさんあったので、もっとこれから我が家に迎え入れたいなと思ってるので、ちょっとまた展示がある機会とかショップとかチェックして自分が欲しいものにまた出会える気がしています。続きましてはガジェットです。今更って思うかもしれないんですけど、AirPods買いましたね。すごいねこれ。私ずっとピクセルバッツ古いやつ使ってたんですけど、別にこれでことが足りると思って。でも今回の Amazon プライムセール、プライムデーでセールになってたから、ちょっと買ってみようかなと思って買ってみたの。蓋を開いたら新しいやつが出たから安くなってたとは思うんですけど、古いやつを使ってた私からしたらものすごいレベルアップでめっちゃ便利ですね。ノイズキャンセリング機能もすごいしさ、1個外したら音楽が止まるとか、あとは誰か話しかけてきたり私が話したりしたら音が小さくなるとか、このイヤホン自体にいっぱい機能があるじゃないですか。で自分でそれがカスタムできるのもすごいいいと思うし、仕事する時にノイズキャンセリングすごいいいし、書き物とかしてて音楽とか聞きたいわけじゃないんだけど、でもちょっと周りがざわざわしてて外で仕事してる時とかちょっと静かな感じにしたいなって思った時にノイズキャンセリングもすごいいいし、音もすっごい良くて、なんか耳で聞こえてるっていうよりは頭の中で聞こえてる感覚がより増して、これをつけてさ YouTube のヨガをやったんですけど、そのヨガの先生のマイクがここについてるから心臓に近くて、そのヨガの先生の心臓の音が聞こえちゃって、音が良すぎてちょっと気になっちゃうかもっていうぐらい、そのコンテンツはね音がめっちゃ良くて感動してます。仕事もすっごいしやすいし、音楽聴くのもより楽しくなったなっていう感じで、人生変わったアイテム。本当に今更ですかってね、ずっと使われてた方はそう思うかもしれないんですけど、私にとってはものすごく生活が豊かになったアイテムでございます。ガジェットつながりでこちらカメラ、デジカメ買いました。キヤノンのこれイクシーで合ってるかななんですけど、この写真めっちゃ可愛い。最近インスタの投稿をこれで撮ってあげたりしてるんですけど、光の入り方とかテクスチャーとか色味が本当に可愛くて、デジカメの粗さテクスチャーは残るんだけど、でも嫌な感じじゃ全然ない、程よいの。デジカメ、古いデジカメすぎず新しいカメラすぎず、ちょうどいい塩梅ですっごい気に入ってるこのカメラ。こちらはですね、ケンダル・ジェナー先生が使ってるのを拝見しまして、ケンダル・ジェナー先生が撮っていた写真が本当に可愛かったの。色味がこのカメラどこのなんだろうってすごい可愛い可愛いってなって、同じの買いますってAmazon で買いました。もう電気屋さんに行ったらさ、もう人気すぎてやっぱケンダル・ジェナー先生の効果で全然売ってなかったの、どこにも。もう売り切れです、ありません。Amazon にワンチャンあるかなと思ったらあって、もう残りの1個っていうのをすぐ3秒でポチッとなしたものです。でこれフラッシュも焚けるんですけど、昔のカメラっぽくちょっと大げさなフラッシュでパンってなった感じの写真で、それも可愛いんですよ。だから日中でフラッシュ焚くのも可愛いし、夜フラッシュ焚くのも可愛いんですけど、私は自然光の写真が本当に可愛いなって思っていて、すっごいいい買い物だったと思う。あとこのコンパクトさもとてもいいなと思っていて、フラッシュがこの上の方についてるんでこういう風に撮るんですけど、画面がすごい大きいのも写真が見やすくていいなと思います。で結構軽いので持っててストレスもないし、私普段コンパクトなバッグを持ってることが多いんですけど、その時もなんかかさばらなくてすごいいいなって思ってます。次はスキンケア、ボディケア、インナーケアでございます。こちらアイハーブで買い物をしたんですけど、こちらもセールになってたので、いろいろ自分が普段使ってるもののストックとか、あとは気になってたアイテムとかを今回ゲットしました。まずは大物から参ります。こちら人気だよね。これもねクレーパウダーでございます。私もすごい人気なのを見てゲットしてみようと思って一回買ってみたらすごい良かったからまた買ったんですけど、すごいサラッサラのクレイパウダーで、私はお風呂に入れて使ってるんですけど、アップル
サイダービネガーだったよね。アップルサイダービネガー、はい、に混ぜてパックするのがすごい人気で、むしろそれの使い方がすごい人気で、これが人気のイメージがあるんですけど、私はもっぱらお風呂に入れて使っております。この蓋がすごい大きく開くので、ザザザっと湯船に入れるのも入れやすいし、あと体が本当にすごい温まる感じがあって、こういつも入ってるお風呂とは一味違った感じのデトックス感がこのクレイのお風呂にはあるので、それがすごく好きで、私はずっと買い続けております。コスパもすごいいいんでおすすめでございます。次がこちらですね。みんなすごいこれ巷で人気じゃないですか。レチノールのボディクリームなんですけど、巷で人気なので一回私も使ってみたいということで今回購入してみました。最近レチノールついてるんです。私すごい好き。いろんなねスキンケアのアイテムに最近入ってることが増えたじゃないですか。前よりも化粧水に入ってたりとかパックに入ってたりとかするようにもなって、私はジオノナリーのレチノールのやつを使ったりしてるんですけど、体のこうざらつきとかゴワつきとか、あとはその色のムラとかっていうのを改善するのに、ボディケアにもレチノールが入ってるやつ使ってもいいかなと思って今回アイハブで買ってみました。すごいレビューも良かったし、コスパも良さそうだし、使うのとても楽しみでございます。ポンプ式っていうのもねすごい楽かなと思う。次はこちらです。メディキューブの毛穴ゼロパッド、いいよねこれもね。 YouTube で紹介したことあるかな、インスタとかで話したりしてることあると思うんですけど、こうちょっと表面がザラザラしたような化粧水がひたひたになったパッドなんですけど、これでシャー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 ってやってあげると、すごいザラつきとか毛穴の感じとかが良くなるから、すごいカジュアルにそういうことをケアしたい時にとってもおすすめのアイテムでございます。コスパもかなり良くてカジュアルに使いやすいし、もうひたひたになった化粧水がパッドで1枚1枚使えるから、それもすごい楽だし、自分でコットンにさこうやってやらなくていいから、使ったことないよっていう人もしいらっしゃったらぜひこちらもおすすめでございます。韓国ビューティー K ビューティーの中でもね人気どころのアイテムなんじゃないかなと思うんですけど、私もとっても大好きです。ちょっと待って、間違ってるね、クリームって書いてある。全然違うじゃん。いや、開けた時になんかちっちゃいなつむりって思ったんだよね。これパッドじゃない、間違えて。でもビジュアルそっくりじゃん。いや、そんなに似てないかな、わかんない。ちょっと写真出します。この辺に違った。今紹介したのはこれじゃないです。違う商品のものなんですけど、これもいいのかな。このクリームも使ってみるね。もうせっかく買ったから。ちょっと急いでたんだよな。オーダーした時パパパってこれも買っとこうって。やっとる。でもいい。もしかしたらこれがねすっごいいいアイテムとの出会いかもしれないからこれも使って報告します。続きましてがこちらです。もうおなじみですね。こちらのチャンネルではバッチのレスキューレメディでございます。もうなくなっちゃったので新しいのを買ったんですけど、こちらフラワーエッセンスでございまして、このパッケージにも書いてある通りストレスリリーフっていうもので、ストレスを感じた時に飲むフラワーエッセンスでございます。私が使う時は本当文字通りストレスを感じた時で、めちゃくちゃ忙しくて気持ちがざわざわしちゃうとか、緊張する予定があるとか、もうイライラした時とかにも飲むし、出張とか旅にも必ず機内持ち込みのバッグの中に入れてるし、現場が長い日とかにも持ってくし、普段も作業しながらちょっと煮詰まってきちゃったなって時はミストとか使ったりお香を焚いたりするんですけど、ちょっと気持ちが本当にストレスを感じちゃってる時はこのフラワーエッセンスを飲んでおります。気持ちを切り替えるきっかけの一つとして私はこれを愛用していて、なんかこういうアクションを一つ取ると自分がこうセンターに戻るじゃないけど、そういうグラウンディングじゃないけど、そういうきっかけとして私は生活に取り入れております。次がこちらですすごい、このビジュアルすごいよね。開けた時にってなったんですけど、確かに外の化粧箱とかがないアイテムだからこうやって大事にしまってくれたんですねっていう、なんかもう紙ナプキンのでぐるぐる巻きにしてあるんですけど、これは前にもね紹介したことがあるんですけど、ちょっと待って、こちら喉のスプレーです。これすっごいいい、本当にすごいと思う。出会ってよかった君と本当に感謝してるっていうぐらい頼りにしてる喉のスプレーです。プロポリスとかエキナ
エキナセアで合ってると思う。風邪とかこう炎症とかにすごくいいようなナチュラルな成分でできた喉のミストなんですけど、プロポリスが入ってるんで、かなりの匂いと、っていう味がするんですけど、効果はすっごいある。私は子供の頃から両親にプロポリスを風邪ひいた時とかに飲まされてたりしてるので、馴染みがある匂いだったり味だったりするので、そんなに嫌じゃないんですけど、すごい効きます。喉がイガイガし始めた時にすぐこれしてあげると、もう次の日には結構収まってたりもするし、比較的喉が弱いタイプなので、喉が痛くなってくると腫れやすいし、腫れたら熱が出やすいタイプで、針の治療とかも受けてるんですけど、でもやっぱりね、忙しくて針に行けないとか、いやちょっと旅先でとかっていう時に、もうこの方がいてくれるだけでもうすっごい安心できる。旅行にも必ず持ってってるし、これからの季節ね、乾燥もしてくるし、風邪もひきやすい季節になってくると思うんですけど、この人がいたら本当に安心できるんじゃないかなっていうぐらい、すごいいい喉のスプレーでございます。喉が痛くなりやすい方、風邪をひきやすい方、これからの季節にとってもおすすめです。次のアイテムが今回の購入品で私が一番ときめいてるものでございます。こちら、私の大好きなザローで買い物してまいりました。相変わらず欲しいものはたくさんあったんですけれども、今回はシューズでございます。すっごい可愛いんだよ。ザローのデザインは本当にトレンドとかじゃなくて、クラシックでタイムレスでずっと使えるものばかりなので、今回のこのシューズも長い付き合いになるんじゃないかなと思っております。今までザローの靴何回か買ったことあるんですけど、やっぱりね、時間が経っても全然デザインが廃れてこないし、あと物もいいので、味はずっと出ていくんだけどボロボロになったりとかも全然しないし、やっぱすごいなって思っております。でこれ話しながら今これ可愛いってなったんだけど、可愛くないですか？伝わってる？これが入ってると伝わんないかな。可愛い、見て、可愛い。いやすっごいシンプルなんですよ。すっごいシンプルなんですけど、分かってる。派手さはないし、っていうようなものもないかもしれないんですけど、すごいいっぱいこだわってるところを感じていて、まずこの前回のローファーの時もそうなんですけど、ここのレザーがずっと1枚なの。ずっといって、でここで縫い目でさ、この長さ、足がすっごい綺麗に見えるの履いた時で、ここの長さとここの長さの比例で合ってる？比率、もうすっごい綺麗だし、あとこのベルトのこのバックルのサイズ、これよりちっちゃいとちょっとガーリーすぎるなって私は思うし、これより大きいとちょっと目立ちすぎて嫌だなって思うんですけど、絶妙なサイズ。これレザーでさ、ここはね素材が違うの。これの素材の選び方とかもさすがだなと思うし、素材違いがあったんですよ。ベロアみたいな感じの、それも履いてみたんだけど、それもすっごい可愛かったんだけど、私はレザーの方が普段している格好と相性がいいかなと思っていて、デニムに合わせたりとか、ちょっとリラックスしたパンツ、リネンパンツにも合うだろうし、それこそスラックスみたいなフォーマルなものにも合うだろうし、あとここのさベルトがあることによってちょっとワンピースとかのフェミニンなものにも相性がいいかなと思います。すっごい可愛い。あと軽いのね。このレザーもすごく柔らかくって履き心地もとてもいいし、これもっと馴染んでいったらもっと心地よく履けるんだろうなって思う。試着した時もすごい履き心地よかったから全然ストレスなかったんだけど、やっぱねレザーでできてるので、これからどんどん私の足の形に育ってくれて、どんどん私のものになっていくんだろうなと思ってます。で裸足で履いたらもちろん可愛いし、ソックス合わせても可愛いし、タイツ履いても可愛いと思うし、いろんなものに相性がいいシューズかなと思います。かわいい。もう何回見てもかわいい。すごいかわいい。これすごいな、やっぱりすごい。ザローってすごい、本当に上手。大興奮でございます。めっちゃ気に入ってる。もう長い付き合いよろしくお願いします。はい、こちらで今回の購入品以上となります。紹介しててやはり本当買ってよかった、本当に可愛い、使うの楽しみっていうものがすごいたくさん今回もあったので、いい買い物できてよかったなって思っております。今回も紹介したものは概要欄のところにリンクできるだけ貼っておくので、気になるものがあった方はそちらをぜひチェックしてください。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。気に入ってくれたらいいねとぜひチャンネル登録もお願いします。それでは次のビデオまで。またね。